んにちは、ててです。今日はアラフォーのスキンケアをご紹介したいと思います。私は36で出産をしたんですけれども、シミとかそばかすがね、妊娠して出産すると増えてくるので、それが気になって、ちょっといろいろ試してみている化粧品たちです。20代の頃は全然美容に興味がなくって、日焼け止めも塗らないような人だったので、そばかすとかいっぱいあるんですけれども、最近使っている、基礎化粧品は韓国コスメになります。デパートコスメはすごくいいのは分かってるんですけれども、やっぱりね、高いので使い続ける、力があるかどうか分からないので、それに匹敵するぐらいいいと言われている韓国コスメを選んで買ってみました。で、あとはこの辺はシャンプー、リンスとヘアケア商品のご紹介をしていきたいと思います。まずは基礎化粧品なんですけれども、化粧水はこちらを使用しています。クラリスというメーカーで韓国のものになります。ハングルなので全然読めませんが、ちょっととろっとした、テクスチャーになっていて、可もなく不可もなくって書いてあったので、こちらを使用しているんですけれども、なんかね、別にトラブルも起きることなくいい感じがしてます。で、これは2本目になります。で、韓国コスメ調べて、9点とかアイハーブとか調べたんですけども、もうね、たくさんあって何がいいかよくわかんないので、全部パッケージで選んだっていう感じになります。で、このラインで使っているんですけれども、こちらは美容液の、ビタミン C が入った美容液になります。これはちょっとピリピリする感じが効いてるなっていう感じがするんですけど、シミとかそばかすに効くので、これもちょっと使い続けてそばかすが減ったかなという感じがしているので、またリピートしたいと思っています。で、こちらがクリームですね。これはビタミン E が入ったマスクになるそうです。で、こちらは白いこんな感じなんですけれども、片栗粉みたいな感じで、使う時は固まっているんですけど、手に伸ばすとスッと伸びていくようなタイプになります。で、塗るとこうピンとお肌が張る感じがするので、それがすごく気に入っているポイントです。で、夜はこの3つのラインで使用しています。で、こちらは、違うんですが、東急ハンズオリジナルのムクナという商品になります。こちらはね、乳液です。朝は、この2つを使って基礎化粧品としてこちらを使っています。で、これはすごいのは 400ml も入っているんですけど、1400円ぐらいで購入ができます。で、人型セラミドが3種類も入っているということで、こちらを、購入してみたんですけども、これもすごく効くなっていう感じはちょっとわからないんですけど、伸びやすいですし、使いやすいなっていう感じなので、いい商品なんじゃないかなと思います。で、これたくさん入ってて使い切れなそうだなと思ったので、ちょうどボディクリームがなくなったので、これ体にも使っています。で、息子にもこれを今つけているので、もうこんな感じでなくなってきたんですけれども、またリピートしてみたいなと思っています。で、これがいいって聞いたので化粧水も買ってみたんですけど、化粧水はね、私ちょっとあんまり合わないというか、シャバシャバしすぎてたかな。なのであんまり合わなかったので、乳液だけ使用してます。なのでちょっとしばらくはこの4つを使い続けてみたいなと思ってます。
で iHerb で購入した方が1本ずつ買えるので、概要欄にリンクを貼っておきたいと思います。で次にご紹介するのがシャンプーとコンディショナーなんですけれども、白髪ですね。白髪がすっごくやっぱり出産した後に増えてきまして、白髪染めを使ったりとか、美容院でやってもらうんですけど、白髪染めとか、ちょっと明るくしたいなと思った時はファッションカラー、普通のヘアカラーをお願いしてたんですけども、どうしてもやっぱり伸びてくると白髪のこのキラッと光る感じがとってもなんか嫌で、なんかないかなと探していたところ、こちらの商品に出会って、一回使ってあんまり染まんないなと思っていたのでやめてたんですけど、最近ちょっとこれちょっと使わないとなと思って使い始めたら、また意外と良いということに気づいたのでご紹介したいと思います。こちらはいわゆるカラーシャンプーと呼ばれるものなんですけれども、これは茶色いタイプでいろんな種類があって、赤い色とかいろいろあるんですけども、一番白髪が染まりやすいこの茶色いタイプを私は使用しています。こちらのメーカーはダビネスの CH アルケミックシャンプーとコンディショナーになります。でこれを使うといいなと思ったのが、結構1回2回で違いがわかるんですよ。で、すっごい茶色く染まるわけではなくって、ちょっとこう、マットになるというか、光が抑えられる感じなんですよ。なので、白髪の光る感じが抑えられて、少しグレーっぽくなるというか、馴染んでくれるので、あんまり気にならなくなるっていうのがいい点だなと思ってます。で今4回とか使ってみたんですけども、割といい感じに馴染んできて、で1回他のシャンプーを使って間空けていただいてもいいのかなと思ってます。お値段がやっぱ2000円3000円ぐらいして結構ねちょっとお高めなので、あんまり毎日使い続ける感じじゃないんですけども、1回使ってまたちょっとお休みして伸びてきたりとか気になったらまた使っていこうかなっていう感じの商品になります。これは直営店もあるみたいなんですけども、ネットで購入できますので、こちらも概要欄にリンクを貼っておきたいと思います。最後にヘアケアの商品をご紹介したいと思います。こちらはご存知の方も多いかと思うんですけれども、N ドットのラインのシリーズになります。で一番最初にいいと聞いて主人が選んでくれたんですけども、この N ドットのポリッシュオイル、こちらがいいということで購入してみたんですけど、ベタベタしないですし香りもいいので、すごく気に入って使っています。で髪の毛ちょっと短くしたのでワックスも必要だなと思って、このバームとこちらはシアオイル、洗い流さないヘアトリートメントということで、こちらは髪の毛を洗った後にドライヤーする前につけて使っています。その日によってちょっとしっとりさせたい時とか動きを出したい時とかいろいろ使い分けて使っています。これは行っている美容院でもう扱っていておすすめしていただいたので、こちらを今使用しています。パッケージも置いてても可愛いのでいいですよね。これも概要欄にリンクを貼っておきます。いかがでしたでしょうか。もっと美容に詳しい方いっぱいいらっしゃると思うので参考になるかわからないんですけれども、だいたい化粧水とかこの辺は2000円台ぐらいで購入できるので、デパートコスメのねやっぱ1万円以上するようなものよりはお安く手に入って使い続けられるかなと思って使用してみています。で、最後にそういえば、忘れてたんですけども、石鹸を今こちらのピーリングの石鹸を使っていて、これがすごく良くて、こ
こちらもぜひ試していただきたいんですが、お試しセットというのがあるので、今私この4種類を使ってみています。でこの黄緑色のがいいかなと思っているんですけれども、使い終わったらぜひ購入してみたいなと思っています。あまり肌が弱い方は合わない、ピリピリしちゃって合わないかなと思うんですけれども、これを使うとお肌が蘇っていく感じがするので、これもぜひおすすめなので使ってみてください。あとはやっぱり置いてて可愛いパッケージっていうのに惹かれるので、何か皆さんでご存知の可愛いパッケージの価格がお求めやすいものがありましたら、ぜひコメントいただけたらと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。